叩く音。これは30年ほど前、大学生の私が2階建ての古いアパートで一人暮らしを始めた頃のお話です。その夜は帰りが遅くなり、もう日付が変わるくらいの時間帯だったと思います。玄関の扉を開けると、部屋の中から壁を強く叩く音が聞こえてきました。ドンドンドン、ドンドンドン。私は思わず、泥棒かと身構えましたが、しばらくすると、その音はすっと止みました。部屋には誰もおらず、侵入された形跡もありません。もしかしたら、隣の人が壁を叩いたのか、とも思いましたが、私の住まいは角部屋で、隣室は空き部屋です。遠くの音を聞き間違えたのかもしれない。そう思った直後、急に部屋の電話が鳴りました。受話器を取ると、相手は実家の母親。一人暮らしを始めた娘が心配なようで、週に2、3度は連絡をしてきます。遅くまで遊んでないで勉強しなさいよ。大丈夫だよお母さん。ちゃんとやってるから。ならいいけど、何か変わったことは？一人暮らしに不安を抱えていると思われたくなかった私は、何もないよと答えると、そのまま電話を切りました。これが私の人生を狂わす始まりの日になるなんて、その時は想像もしていなかったのです。数日後の夜、床についていた私は壁を叩く強い音で目を覚ましました。ドンドンドン、ドンドンドン。音の発生源は台所の上に取り付けられた収納棚の奥です。恐る恐る扉を開くと音は止み、中には何もいませんでした。するとまた数日後の深夜、ドンドンドン、ドンドンドン。今度は頭上から天井の板を叩く音が聞こえました。また数日後、ドンドンドン、ドンドンドン。3回目はトイレの扉。また数日後、ドンドンドン、ドンドンドン。4回目は床。その音が聞こえる周期は完全に不規則です。3日おきのこともあれば、1週間おきのこともありました。ただ、油断すると音が襲ってくるのです。ドンドンドン、ドンドンドン。とうとう限界を迎えた私は、自分でアルバイト代を貯めると、親にも事情は話さず、勝手に引っ越しました。誰にも相談しなかったのは、頭がおかしくなったと思われるのが怖かったからです。けれど、引っ越し先でもその音は私についてきました。ドンドンドン、ドンドンドン。どこに引っ越しても何年経っても、旅行先の旅館や就職先の研修施設でも音は止みませんでした。そして私以外の誰にもこの音は聞こえなかったのです。その奇怪な現象から解放されたのは、夫と結婚し娘を授かった直後でした。
あれだけしつこくつきまとっていた音が妊娠と同時に消え去ったのです。事情を知っていた夫も自分のことのように喜んでくれました。あの音が消えてから20年近くが経ちます。一人娘も無事に成長し、大学進学を機に家を出て行きました。今は夫と2人幸せに暮らしています。ただ先日、娘に電話をかけたとき、気になることがありました。何か困ったことがあったら、ちゃんとママに言ってね。ありがとう、ママ。おやすみ。そう答えた娘が電話を切る寸前、スマートフォン越しに聞こえたような気がしたのです。あの音が